こんにちは、青です。今回は FF10 に登場する超重要な存在、夢のザナルカンドという都市、そこに住む人々について考えていきたいと思います。夢のザナルカンドは物語スタート時の舞台であり、物語の根幹となる重要な存在でありながら、クリアした後もいまいち全体像がつかめない不思議な都市なのではないでしょうか。結局のところ、夢のザナルカンドとは何なのか、どのような特徴があるのか、どこにあるのか、そんな疑問が溢れ、それに付随して、シーンはなぜこの街を襲ったのか、夢のザナルカンドの住人、ジェクトはなぜ現実世界スピラに来てしまったのか、その息子、ティーダもなぜ同様にスピラに来ることになったのか、次々と湧き上がる疑問をなるべくわかりやすくまとめていきたいと思います。また、皆さんの考えや考察があれば、コメントでぜひ教えてください。これを理解できたとき、また新たな皆様の永遠の凪説が見えてくると思います。それではスタートです。夢のザナルカンドとは物語スタート時にティーダが住んでいた文明が非常に発達した美しい都市のことですね。しかしここは突然現れた謎の生物シーンに襲われ破壊されます。ティーダは親代わりのアーロンに導かれシーンに吸い込まれ気がつけばスピラという知らない世界に来てしまう。そんなところから物語はスタートします。そして時は経ち、物語終盤にこの夢のザナルカンドと呼ばれる都市の正体が判明しました。それは祈り子と呼ばれる者たちの夢。わかりやすく言えば思いをもとに作り出された現実世界とは隔絶された都市というものでした。この時点でだいぶわかりにくいと思いますので一つずつ整理していきましょう。合わせましてこちらの動画も見ていただくとより理解が深まると思います。腹立つ人工音声の動画になっていますが、よろしければご覧ください。まず、予備知識として改めて整理します。FF10 にザナルカンドという都市は2つ登場します。一つはオープニングに出てくる近未来都市。ここが俗に言われる夢のザナルカンドです。この動画の焦点となる都市です。もう一つは1000年前に廃墟となったザナルカンド。こちらは現実世界であるスピラにある聖地ザナルカンドと呼ばれる遺跡です。この2つのザナルカンドは同じ場所ではありません。先に結論から言うと、廃墟となったザナルカンドが実在する本物の都市。1000年以上前までは栄えていた都市でしたが、1000年前の戦争の時に滅亡しました。一方の夢のザナルカンドは、本物のザナルカンドをモデルに人工的に作られた架空の都市です。詳細はこれから明らかになります。これを踏まえた上で、まずは夢のザナルカンドが作られる元になっている存在、祈り子という存在から見ていきます。現実世界スピラの話。1000年前のベベルとの戦争の時、ザナルカンドの統治者、大召喚師エボンの秘術によってザナルカンド全住民は祈り子になりました。これは戦争敗北により滅んでしまう故郷を何とか永遠に残そうと考えたエボンの秘策でした。祈り子とは人の魂を生きたまま抜き出し、人の形や獣の形をした石像に入れたもののことです。魂は像の中で眠り、夢を見ると言われます。その夢、思いを具現化することを召喚と言いました。そしてそれを実行する者のことを召喚師と言います。この人を祈り子に変える秘術に関して作中では詳しく語られておらず、大召喚師エボンの秘術とだけ言われています。しかし実のところ、この秘術はエボンだけでなく、他のものも使えます。一人明確に判明しているのは、エボンの娘、ユーナレスカです。ユーナレスカは、究極召喚を授けるために、召喚師の仲間の一人を祈り子に変えるということをしています。また、それとは別に、もう一つの組織も、この秘術を使えるんです。それは、今や世界を牛耳る大都市、ベベル。そこで運営される宗教組織、エボン寺院です。現在から1000年以上前、スピラ北端の都市ザナルカンドでは召喚師を主力としていたと言われます。ということは戦争が始まる前から祈り子や召喚獣は存在していたということです。この時代、召喚技術や祈り子を作る秘術は確かに大召喚師エボンのものでした。しかし、ベベルとの戦争でザナルカンドは敗北。エボンはシンを生み出し、自身はその中でエボン樹となり、結果ザナルカンドは滅亡します。
その後、シンは世界で猛威を振るい続けることになりますが、今度はそのシンを倒すために新たな祈り子が作られることになります。それはベベルによって作られたということです。ベベルはザナルカンドとの戦争に勝利した後、エボン秘伝の召喚技術や祈り子を作る知識を手中に収めたようです。また、それと同時に滅びたザナルカンドから数体の祈り子像も持ち出され、スピラ各地に安置されたりもしたようです。現在召喚師たちは世界各地のエボン寺院を回り、そこにいる祈り子様に力を貸してもらっていますが、その中には1000年前のザナルカンドから持ち出された祈り子様もいたということです。そして、ここ1000年の間に新たに作られた祈り子様もいるということです。ではその祈り子様とは具体的にどのような存在なのでしょうか。祈り子様とは半透明でふわふわ浮かぶまるで幽霊のような姿をしています。召喚師ならその姿を見ることができるようですが、普通の人では見えないといった特徴もあります。祈り子は像の中で眠り、夢を見ると言われていますが、思いのほかはっきり起きていて、しっかり話もできます。しかも、現在のスピラの状況や、人々の心情なども細かく把握していたりもします。シーモア老師の母君ですね。知っていて、私の力を求めるのですか？息子を憎んでいたのでしょう。実は祈り子はずっと寝ているわけではなく、普段は起きています。それだけでなく、遊びに行ったりもします。召喚師によって召喚されることにより眠りにつき、その夢を提供するのです。一度召喚されると、その途中で祈り子の意志で召喚を止めることはできません。各寺院に安置されている召喚師に力を貸してくれる祈り子たちは戦闘用に作られたものです。1000年以上前、ザナルカンドの戦力となるために祈り子になったもの。神が現れ、それに対抗するために祈り子になったもの。この祈り子たちは何者にも屈しない強い存在の夢を見ていて、それを召喚、具現化すると、このようなかっこいい召喚獣が現れるということです。一方、ザナルカンド遺跡の近く、ガガゼト山頂にいる壁に埋まっているような大量の祈り子たち。彼らが夢見ているのは召喚獣のような強い存在ではなく、滅びる前の完璧だったザナルカンドの街や、そこに住む人々の夢を見ています。それをエボンジュは召喚、具現化してスピラのどこかに夢のザナルカンドは作られています。ということは大雑把に言うと夢のザナルカンドとは大規模な召喚獣獣ではないけどということですね。ここで一つのポイントは戦闘用の祈り子たち、ガガゼトにいる夢のザナルカンド用の祈り子たち、それらは全ての意識を共有しているということです。前述のように祈り子がスピラの現状を正確に把握していたりすることは各祈り子たちの意識が共有されているからです。ずーっと夢を見てて、なんだか疲れちゃった。また物語中に祈り子の少年がティーダに言う印象的なセリフ、夢見ることに疲れてしまったという言葉の真相は、1000年間もの間、エボンジュによって召喚されているガガゼト山頂の祈り子たちの意識をこの少年が共有し代弁しているということです。ガガゼト山頂の祈り子たちは自らの意志で召喚をやめることはできず、1000年間ずっと夢を提供していて疲れたということです。では次は夢のザナルカンドという都市についてまとめていきます。夢のザナルカンドでは人々が現実世界と同じように楽しく生活しています。エボンジュによって召喚、具現化されて出来上がっているこの街は、その建物、人々までもが作られたものです。彼らは現実世界であるスピラの存在は全く知らず、まさに別世界です。それはまさに仮想空間に作られた都市で、ここに住む人々はそのことにも全く気づいていません。そんな人々と同じようにここで平和に暮らしていたのが主人公ティーダでした。夢のザナルカンドは祈り子たちが思い描く理想の都市であり、決して滅んだザナルカンドを忠実に再現しているわけではありません。それは人々も同様で、滅んだザナルカンドの住民を完璧に再現しているわけではありません。あくまでアバターのように作られた人たちということです。街並みは常に完璧な状態に保たれていて、万が一大規模な破壊が起こったとしても自動で修復され、その後も人々は何もなかったように生活を続けます。
実際、夢のザナルカンドは真に襲われ破壊されますが、その後、この出来事は修正され、何もなかったことにされたようです。同じく、危険な思想を持つ者や、予想外の事故など、今の理想の都市が乱れるような出来事も自動修正されると考えられます。それはまるでコンピューター上でプログラムされているシミュレーターのようです。夢のザナルカンドはこの都市が世界のすべてで実際他の国、他の都市は存在しません。その割にはティーダが所属するブリッツボールチームの名前はザナルカンド・エイブスと言い、わざわざ都市の名前がついています。そこから推察すると、もしかすると架空の他の国の存在なんてものも設定されているのかもしれません。また、作られた空間だからといって時間が止まっているわけではなく、それは通常の世界のように流れています。現実世界で10年経てば、夢のザナルカンドでも10年経ちます。その間に住民も年を取り、変化します。この夢のザナルカンドという都市は大召喚師エボンが故郷を思って作り上げた楽園です。そしてそれはエボンだけではなく、祈り子たちにとっても楽園のようです。魂の存在である祈り子は現実世界スピラと夢のザナルカンドを好きなように行き来でき、召喚されていない、起きている時にたびたび遊びに来ています。夢のザナルカンドでティーダは祈り子の少年と会いますが、少年もここによく遊びに来ていて、二人は昔からの顔見知りです。また、驚くことにこの楽園にはシンもたびたび訪れています。普段は姿を現さず、夢のザナルカンドに存在する海の中からひっそりと街を眺めているようです。しかしながら考えてみると、シンの中にはエボンが変化したエボンジュがいるわけで、故郷見たさに訪れるということは至極当然のことなのかもしれません。実体を持つ存在で夢のザナルカンドに来ることができるのは現行中で体を構成された神のみで、普通の人はここに来ることはできないようです。この夢のザナルカンドがどこにあるのか、こればっかりは不明です。よく神の体内にあるという勘違いをされがちですが、これは神になっているジェクトの心情が影響して作られたものであり、本物の夢のザナルカンドではありません。ガガゼト山頂で召喚されている夢のザナルカンドが上に伸びていることから、素直に考えると遥か上空にあるのかな、なんて個人的には思っています。と、祈り子と夢のザナルカンドの特徴がお分かりになったと思いますので、ここから焦点を夢のザナルカンドの住人、ジェクトとティーダ親子に当てていきたいと思います。この二人に関しましては分かりやすいように時系列順でご説明していきたいと思います。現在から遡ること17年前、夢のザナルカンドでティーダは生まれます。父、ジェクトは嫌味で高圧的。母はジェクトにベタ惚れでこっちを向いてくれない。ティーダはなかなかの家庭環境のもと、葛藤を抱え成長します。ティーダ7歳の時、ジェクトは海に出かけたきり行方不明になってしまいます。この時にジェクトは現実世界スピラに来ることになるのですが、その真相はこうです。ブリッツボールのスター選手であるジェクトは人目に触れるところで練習することを嫌い、よく海でこっそり自主練習をしていました。そんな中、シンもたびたびこの海に来ていて、深海からザナルカンドの街を眺めていたようです。ジェクトは何度かそんなシーンを目撃していて、だんだんシンに触れてみたいと思うようになったようです。そしてティーダが7歳の時、ジェクトのその密かな夢が叶います。シンに触れたジェクト。しかしここで予想外のことが起こります。ジェクトはシンに引きずり込まれ、結果現実世界スピラに来てしまうのです。それは1000年続く召喚都市、夢のザナルカンドで初めての出来事でした。ここからは皆さんご存知の通り、ジェクトは召喚師ブラスカ、ガード、アーロンとスピラを旅し、最終的には究極召喚でシンを倒すことになります。驚くのはそのスピードです。ジェクトがスピラに来てから約1年以内にシンを倒しているのです。もっと長く旅をしていると勝手に思っていました。究極召喚獣となったジェクトはエボンジュに取り込まれ、新たなシンとなるため充電期間に入ります。一人残されたアーロンはユーナレスカに文句を言いに行き、返り討ちに遭い、結果命を落とします。しかし、アーロンはジェクトの最後の頼みである息子のことを頼むという約束を守るためもあり、死人となりスピラに残ります。最後に
一個だけいいか。あのよ、悪い、やっぱやめとくわ。いいから言えよ。そうか。じゃあ言っちまうぞ。息子を頼む。ザナルカンドのあいつを頼む。あいつ泣き虫だからな。誰かついててやんねえと心配でよ。だからよ、頼むわ。しかしザナルカンドなんてどうやって行けば。なんで情けねえな。おめえの言う無限の可能性ってやつで何とかしてみろよ。ああ、やってやろうじゃないか。約束しよう。あんたの息子は俺が守る。死んでも守ってやる。すまねえな、アロン。おめえは堅物野郎だが、そういうとこ嫌いじゃなかったぜ。その後、シンになりつつあるジェクトは夢のザナルカンドを訪れます。死人アーロンはそのジェクトに乗って共に夢のザナルカンドに到達。以後、ジェクトとの約束を守り、ティーダの親代わりとして近くで成長を見守ります。死人の体は原甲虫で構成されていて、皮肉にも死亡したアーロンはそれが幸いして夢のザナルカンドに到達することができ、友との約束を守れたということです。しかし、死人なら誰でも夢のザナルカンドに到達できるわけではなく、あくまで真を介してでしか行くことはできないと言われます。そして、これこそがジェクトとアーロンが言っていた無限の可能性が達成された瞬間です。無限の可能性ってやつで何とかしてみろよ。アーロンがティーダの前に現れた1年後、ティーダ8歳の時、ティーダの母はジェクトがいなくなったことで衰弱してしまい、幼いティーダを残し、結果死亡します。そしてこのあたりから密かに大きな変化が起こります。それは祈り子たち。前述の通り、祈り子たちにとっても夢のザナルカンドは楽園であり、大切な場所でした。現実世界であるスピラでは1000年にわたる死の螺旋が続いていましたが、それは夢のザナルカンドを存続させるための螺旋であり、祈り子たちにとっても都合のいいものでした。したがって祈り子たちはスピラの現状に関心はなく、傍観していました。しかし、ジェクト、すなわち夢のザナルカンドの住人がスピラに行ったこと、挙句の果てには真になったことで、祈り子たちの間には激震が走ります。そして、だんだん気づいてきたようです。長い間夢を見て疲れていると。理論上、永遠に続くこの螺旋を止められるのは今しかないと。そこから9年後、ティーダ17歳の時、ついに運命の時が訪れます。真の中でまだかろうじて自我を保つジェクトはティーダを迎えに来ます。これは幸せな作られた世界ではなく、厳しくても真実の世界を見てほしいというティーダに対するジェクトの意志によるものです。したがってジェクトに攻撃の意志はありませんが、それは真の特性上本能的に街を襲撃、盛大に破壊してしまいます。この時の真は水をまとっていますが、これは真の中にいるエボンジュの重力魔法によるものです。また、この街を作っているのは真の中にいるエボンジュであり、その真自身が街を攻撃するなど本来あってはならない事態でもあります。ティーダを真の元に連れて行ったアーロンは真であるジェクトに聞きます。いいんだな。これはこれからティーダに待ち受ける過酷な現実を理解しているアーロンのジェクトへの最後の確認です。こうしてスピラに来ることになったティーダ。祈り子たちは夢を終わらせるためティーダに力を貸していきます。こうして考えるとシーンを倒し、その中のエボンジュを倒し、永遠の凪雪を成し遂げたユーナ一行は数々の奇跡の上に成り立った勝利ということがわかります。夢のザナルカンドの住人、ジェクトがたまたまスピラへ行き、息子への愛を仲間アーロンに託し、真に変化し、アーロンは死んでなおその約束を守り、それが幸いして真、ジェクトと共に夢のザナルカンドに到達し、ティーダはスピラへと導かれました。真の中のジェクトは息子に会うため、すべてを終わらせてくれるまでかろうじて自我を保ち、それによりティーダたちは究極召喚を使うことなく、真の内部に潜入することができ、
祈り子たちの協力によりエボンジュを倒すことができた。ユーナちゃん、分かってんな。召喚獣を。僕たちを呼ぶんだぞ。呼ぶんだよ。これが永遠の凪説の真実です。どうでしょうか。夢のザナルカンド。そこで起こった出来事を紐解いていくと、また新たな永遠の凪説が浮かび上がってくると思います。皆さんにも少しでも共感していただけると嬉しい次第です。では、今回はこれでおしまい。